皆さんこんにちは。今日も日本の裏側ブラジルから日本人専業主婦の日常をお届けします。ブラジルへ移住してきてから早くも1年。この間たまたま YouTube で日本のグルメ大食いチャレンジみたいなものを見てしまって、急に日本食が食べたくなってしまいました。うどん、そば、ラーメン、お寿司、お好み焼きなど、急に自分の頭の中の日本食スイッチがオンになってしまいました。いつも行くスーパーでもブラジルブランドの日本の食材は買えるんですが、麺類とかは味とか食感が全然違って、やっぱり日本のメーカーの味が恋しいです。そんなわけで今回はアジア食材が揃うというクリチバの市場へ足を運んでみましたが、値札を見て思わずツッコミを入れたくなる場面の連続でした。今回はその驚きの体験を皆さんと一緒に振り返ってみたいと思います。ブラジルライフ。クリチバの中心地に位置するこの市場はメルカドムニシパルと呼ばれ、1947年に開業した市が運営する歴史ある市場です。地元の人々にとっては日常的な買い物の場でありながら、観光客にとってはその土地の文化や暮らしが垣間見えるローカル体験ができる観光スポットでもあります。市場の建物は屋内型で、雨の日でも快適に過ごせるのが魅力です。内部は清潔で、エリアごとにお店のジャンルが分かれています。野菜、果物、肉、魚、ハム、チーズ、ワイン、オリーブオイルなど、ブラジル国内外から集められた豊富な品揃え。多くの店舗では対面販売が行われており、スタッフとのやり取りを通して地元の食文化について学ぶこともできます。特に注目したいのが輸入食材の専門店の充実ぶりです。イタリア、ポルトガル、アラブ系の食材はもちろん、日本や中国、韓国の調味料や加工品なども取り扱うお店が多くあり、日本人にとってはとてもありがたい場所です。例えば醤油、味噌、豆腐、乾燥わかめ、お米、即席ラーメンなど、日本の味が恋しくなった時はここで調達できます。また食材の購入だけでなく、その場で楽しめるグルメも充実しています。市場内には小さなカフェやベーカリー、スナックスタンドなどがあり、ブラジルの軽食やコーヒーを楽しめるだけでなく、アラブ料理や日本食のお店も見かけることがあります。週末には朝から家族連れやカップルでにぎわい、市場の賑やかさと活気を感じられます。それでは早速日本食材を扱うお店を回っていきたいと思います。ちなみに私が今回欲しいのは、さぬきうどん、豚骨のインスタントラーメン、お好み焼き粉、白だし、醤油のおかきです。では実際に値段がどれぐらいなのかチェックしていきましょう。But it's really expensive.
はい、というわけであまりの値段の高さに結局何も買わずに終わりました。日本からの輸入コストがかかってるから値段が倍ぐらいするのはしょうがないかなって覚悟はしてたんですけど、物によったら5倍ぐらいするものとかもあって、やっぱり元の値段を知ってる分手が出せませんでした。今度帰国する時に日本で爆買いしていこうと思います。ブラジルライフ。というわけで気を取り直して昼食タイムにしたいと思います。2階にはフードコートがあって、ブラジルの料理をはじめイタリアンや中華、日本食のお店もいくつか入っています。1階の市場から直送の新鮮な野菜や魚介を使っているお店も多く、お寿司なども安心して食べれます。私はとにかくこの日はラーメンが食べたかったので日本料理店に向かいました。チャット GPT に栗千葉市内で美味しいラーメン屋さんを教えてと前お願いしたことがあるんですけど、その市場のフードコートにある藤井という日本料理屋さんを紹介してくれました。ブラジルでも珍しい本格的な和食が味わえるお店です。特に日本人が好むような繊細で伝統的な味わいを再現していると評判で、寿司や刺身だけでなく味噌汁や焼き魚、照り焼きなど家庭的な和食メニューも豊富です。創業者は藤井さんという日系ブラジル人で、ブラジル人の舌にも合うような工夫をしながらも、お店のこだわりは日本人が好む味を基準にしているそうです。ブラジルに来てからいろんな日本食のお店に行ったんですけど、なかなか本物の日本食に近いお店って見つからなくって、かなりブラジリアンナイズされた、もはや別のお料理になってることも多いんで、ブラジルで日本食を食べるのはもう諦めかけてたんですけど、今回のレストラン藤井さんにはかなり期待していきました。餃子も一緒に注文して普通に美味しかったんですけど、後からレシートを見て値段を知ってびっくり仰天でした。餃子は頑張って家で作ろうと思いました。ラーメンはこっちに来てから何軒か行ったことがあるんですけど、なんかちょっとコクが足りないなって思うことが今まで多くて、でもこの藤井さんのラーメンはスープにすごくコクがあって、何よりもチャーシューがめちゃくちゃ分厚くて食べ応えがあって美味しかったです。でもやっぱり高いのでしょっちゅう食べれるもんではないですね。この鉢巻きを巻いた店員さんがめちゃくちゃ面白くて、最初隣のお客さんに接客する姿を見ててすごい親しそうだったんで、彼の友達が食べに来てるんだなって思ってたんですけど、ずっと観察してたらどのお客さんにも握手したりハグしたりしてて、どうやら本当にただフレンドリーな店員さんだったみたいです。ちなみに今回お店がすごい混雑してて、料理が来るまでに45分ぐらいかかったんですけど、この接客だったら怒るに怒れないなと思って最強だなと思いました。海外でラーメンを食べるときはなるべく麺はすすらずに音を立てないように食べるんですけど、他の海外在住者の皆さんはどうしてるんでしょうか。ブラジルライフ。というわけで今回は何でも揃う市場に来たんですけど、日本の食材は高すぎて買えませんでした。でも最近思うのは、あんまり外国に住みながら日本食を恋しがりすぎるのも良くないなっていうことです。郷に入りては郷に従えではないですけど、やっぱり今自分はブラジルっていう国で生活をしているわけで、あれがないこれがない、日本の味が恋しいだの思ったところでないものはないわけで、現地の人からしても外国人である私がそんなことを言っててもあんまりいい気分はしないだろうなって思いました。自分ももし日本に移住してきた外国人がいつも母国のものしか受け付けませんみたいな姿を見たら多分いい気はしないだろうし、いやいや日本にももっとたくさん美味しいものあるからって突っ込みたくなると思います。
外国に移住するっていうことはある程度今までの生活水準とか食文化とかを忘れるっていうことも大切なんだなと最近は感じています。むしろ日本のものがないと嘆くより、逆にブラジルには日本にないいい文化も美味しいものもまだまだたくさんあると思うし、それを発掘していこうっていう風に意識を持っていきたいなって思う今日この頃です。でもやっぱりうどんはどうしても食べたかったんで、家に帰って作り方を調べて手作りのうどんに挑戦してみました。まさかブラジルに来て手打ちうどんを作るとは想像もしなかったです。でもうどんって薄力粉と水と塩だけで簡単に作れるなんて知らなくてびっくりしました。こうやって手に入らないものは頑張って手作りするっていう体験もそれはそれで面白いです。この間カフェコロニアルに行った時以来、旦那さんが毎日のようにパステルが食べたいって言ってたので、今回は家で作ってみることにしました。まさにブラジル版の餃子みたいな感じで、とっても簡単に作れて美味しかったです。こちらはブラジルのデザートの定番、手作りプリンです。どれも生まれて初めて作るものばっかりで、最近は自分の中のレパートリーを増やすことに生きがいを感じてます。こんな感じでこのチャンネルでは引き続き毎週土曜日にブラジルに嫁いだ専業主婦の日常を配信していきます。今同じようにブラジルに住まれている方や、またこれから移住予定の方、国際結婚を考えている方、海外旅行好きの方など、少しでも役立つ情報が発信できたらと思いますので、よかったらチャンネル登録していただいて最新の動画もご覧ください。それではまた来週の土曜日にお会いしましょう。